皆さんこんにちは、ガジログです。今回もやってまいりました。Amazfit からチーターのスクエア型モデルが発表されました。先日もレビューしたばかりになりますが、丸型のチーターの方をレビューしているんですけども、なんとここに来ましてね、四角のタイプが発表されています。一体どんなスペックなのでしょうかね。丸型とどんな違いがあるのかも含めましてご紹介していきたいと思います。ということで Amazfit グローバル公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。現在英語になっているものをこのように日本語に変えることができます。この状態で解説の方をしていきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ということで Amazfit チーターのレビューの方先日出しているんですけども、ほぼほぼですねスペックの方は近くなっています。というわけで若干の違いがあるもののどんな違いがあるのか見ていきたいと思います。まずは正確に走りましょうということですね。プロのゴールドスタンダード GPS ロケーターと同じ 99.5% の精度の測位でランニングを追跡ということです。これすごいですね。その技術名は MAX トラックというもので、業界をリードする GPS テクノロジーと出ています。この地図を見ていますと、チーターはこのグリーンのラインになりますね。他の白線や紫線を見ると、それよりもだいぶ内側を通っていることがわかります。ということで、チーターの内蔵されている GPS っていうのは Amazfit の上位モデルでも搭載されていますが、遠変波ですね。しかも最先端のデュアルバンドの GPS アンテナが内蔵されていますので、本当に高精度な測位が実現しているということです。この辺りはビル街など周囲を走る方、特に都心部だと思いますけども、こういった場面でランニングされる方にとってはこのモデル非常に強いのかなと思います。そしてこのチーターはピンポイントのデュアルバンド GPS の追跡のために L1 と L5 の衛星信号を受信でき、6つの衛星測位システムをサポートしているということです。6つということですので、アメリカの GPS やロシアのグロナス、ヨーロッパのガリレオ、中国のベイド、また日本の QZSS とありますが、6つ目はインドのナビックじゃないかなと思われます。すべての衛星を測位できるかどうかはちょっとわかりません。しかしながらですね、ウォッチの方で GPS をどれを測位するかってある程度選ぶことができますので、本格的にっていうことであれば一番高精度のものを選ぶっていうことがいいんじゃないかなと思います。そしてお気に入りのルートをインポート、計画実行しますということです。特にですね、このオフラインマップっていうのはありますが、ランニングされる場所の地図データをダウンロードしておくと、地図上の上をランニングしているっていうことがね、はっきりわかりますので、ルートマッピングされている場合は、本当にね、正確性を見ることもできると思います。そして自分のやり方で走ろうということですね。そのために準備されていますのが ZEP コーチという機能になります。すべてのランナーに合わせたパーソナライズされたプランということです。Amazfit チーターの ZEP コーチ AI の力を活用して、あなたとあなたの目標に合わせたパーソナライズされたランニングプランを提供します。本格的にランニングされる方にとっては、そのレースの日までにこういったプランで練習するといいっていうことをね、ZEP コーチが教えてくれるということですね。実際ランニングをされている方にとってはこういった機能非常に参考になるんじゃないかなと思います。またあなたのランニングをシェアしましょうということで、サードパーティー製のアプリと連携させることができます。特に多いのはこの Apple Health や Google Fit かもしれませんね。ここで得られたデータをまず ZEP アプリにバックアップされます。それがですね、サードパーティー製のアプリに連携されて、そちらの方で様々なデータを確認することができるわけです。この Amazfit シリーズはいろんなアプリと連携できるので非常に便利ですね。それでは他の機能も見ていきたいと思います。まずクイックスタートボタンとありますけども、ここの黄色く塗装されたボタンですが、すぐにアウトドアランニングスポーツモードの Go 画面に移動します。タップして実行するだけですということで、アウトドアランニングにすぐにアクセスできるように専用ボタンが準備されています。これはいいですね。しかも目立つようにイエローで塗装されています。そしてボタンモードとありますが、激しい運動や不安定な運動中にタッチスクリーンをスワイプすることなく、リューズとコントロールキーのみを使用してランニング中に簡単に時計を操作しますとあります。ということで、その画面上をタッチして操作っていうとね、なかなか走りながらだと難しいわけですので、物理的なボタンを使って操作するということになります。こういったモードもついています。そして音楽保存と再生ですね。お気に入りの曲を ZEP アプリ経由で取り込んで、イヤホンで再生しながら音楽を聴くってことができるようになっています。さらにスポーツモードは150種類以上内蔵されているということです。これもすごいですね。そして筋力のトレーニングの認識ということで、筋力トレーニングを自動研修する機能もついています。
では、ここからウォッチ本体のハードウェアの情報を見ていきたいと思います。出てきましたね。優勝シャンパンと今翻訳されてしまっていますけども、チャンピオンシャンパンでしょうかね。そういったカラーだと思います。ホワイトに近いアイボリーという感じでしょうか。レビューしましたAmazfit Cheetahランド型のバンドとちょっと似ているカラーリングになります。そして重さがわずか 25g ということですね。ただし、このストラップがついていない重さになりますので、本体のみの重さになっています。でもね、めちゃめちゃ軽量ですね。そして厚みは 9.9mm と非常に薄くなっています。この辺はスマートバンドライクな薄さになってますね。そして防水性能は 5ATM ということで 50m 防水に対応しています。ちなみにこのボディになりますけども、アルミニウム合金ベゼルということになっていまして、軽量でありながら丈夫な素材になっています。そしてディスプレイの情報ですね。超大型没入型ディスプレイとありますが HD のアモレットディスプレイになっていまして、ランニング中に一目見ただけで重要なデータを簡単に確認することができるということです。確かにね、大きめで湾曲している感じになりますね。 2.5D ガラスじゃないかなと思います。非常に見やすそうですね。サイズはですね 1.75 インチになっています。そして最大の明るさですが、なんと1000ニットに対応しています。屋外でもう1000ニット対応しているともうはっきり見ることができますので、よほどのことがない限りもうこれで十分足りていると思います。そして解像度になりますね。 341ppi ということでめちゃめちゃ高密度なディスプレイになっています。画面占有率は 72.4% になっています。そしてウォッチフェイス文字盤の情報になります。結構かっこいいものが多いなとパッと見の印象としてはあります。まずね、ちょっと使ってみたいなと思ってしまうのがこの辺のデザインでしょうかね。Apple Watch ウルトラっぽいなっていうのもありますけども、なかなかかっこいいのではないでしょうか。そしてこの辺りもそうですね。心拍数のモニタリングがリアルタイムで表示される機能もついています。そしてランニングに特化したようなこういったデザインのものもあって、シンプルながらにかっこいいなと思います。で、さらにですね、その文字盤は100種類以上ありまして、しかも常時オンディスプレイ AOD に対応しているということです。その他の機能としましては Amazon の音声アシスタントにも対応しています。ZEP アプリの方で Amazon の音声アシスタントと連携させる必要がありますが、ワンタップでね、呼び出すことができますので、結構便利じゃないかなと思います。また、オフラインの音声アシスタントっていうのもついていて、これは専用のコマンドっていうのが必要になりまして、しかも英語のみになっているんですけどもね、そのコマンドさえ覚えれば、簡単にスポーツモードの機能をコントロールすることができます。そして朝の更新とありますが、モーニングアップデートになります。起きてからちょっと経ちますとね、こういった通知が来まして、本日の気温やバッテリー残量や睡眠時間、今日の予定などをもし連携させてあれば表示させることができます。そして搭載されていますアプリは ZEPOS の2.0 ですね。最新の OS が搭載されていまして、ミニアプリを追加で入れることができます。実際使えるものっていうのは数多くはありませんけども、個人的にはなかなか使いこなせていないんですけどもね、一応今後どんどん増えていくんじゃないかなと思います。そしてヘルスケア関連の機能としましては、24時間365日の健康管理とありますが、心拍数や血中酸素飽和度、SpO2 測定、ストレスレベルの測定、これらは24時間で測定してくれます。そして睡眠モニタリングも当然ながら対応しています。さらにバッテリーの情報になります。動き続けるバッテリーとありますが、駆動時間は一般的な仕様で8日となっていました。これは丸型のチーターと比べましてちょっと少なめにはなってしまいますね。ボディの形状ゆえの問題かもしれませんが、若干少なめかなと思います。ただ1週間ほどね、持てば十分じゃないかなと個人的には思っています。ではまだ触れていない詳細情報もちょっと見ていきたいと思います。気になるところのみになりますけども、まずディスプレイの解像度ですね。390×450 ということで、なかなかの高精細になっていることがわかります。またタッチスクリーンは強化ガラスとともに指紋防止コーティングがされていますので、もう指紋がねつきにくくて、しかも見やすいってことになりますので、これはね結構重要なポイントになると思います。またバッテリーの容量は 240mAh とスマートウォッチにしてはちょっと少なめかなと思いますが、省エネ駆動になっていると思いますので、 GPS を搭載していながら最大8日間のバッテリー持ちということはなかなか頑張ったなと思います。そして搭載していますセンサーですが、まずバイオトラッカー PPG 生体認証センサーが搭載されています。そして動きの面になりますけども、加速度センサーとともに一番下ですね、周囲光センサーがついていますので、自動調光機能に対応しています。
GPS もね、先ほどご紹介しましたが、遠変波の GPS アンテナとともにデュアルバンド L1 と L5 ということで、そしてしかも6つの衛星速度に対応しているということで、ここの部分はほぼほぼ今スマートウォッチ界ではトップクラスになっています。そしてモーターとありますけど、リニアモーターですね。これはロータータイプではありませんので、ハプティック系になってコツコツとしたね、バイブ振動になっています。そしてバンドの幅の情報です。20mm ということです。ラウンド型は 22mm だったんですが、スクエア型はなんと 20mm とちょっと幅が細めになっています。ということで、この公式サイトの一番下に、どのチーターがあなたにぴったりですかという、そうした比較表が出ていましたので、これめちゃめちゃ便利な表ですね。ざっとちょっと見ていきたいと思います。まずですね、この今回のチーターのスクエア型になりますが、重さが 25g、丸型は 32g、そしてチータープロですね、チタンベゼルのものになりますが 34g ということで、どれも非常に軽いんですけど、今回のスクエア型は一番軽くなっています。ということで、これね、スマートバンドライクな重さかなというぐらいになっていますね。先日こちらのチーターのラウンド型をレビューしましたが、これでもね、相当軽いんですよね。バンド交換もしてナイロンベルトをつけてみましたけども、本当に軽いなと思いました。それよりもさらに軽くなるということで、これはランナーにとってはね、つけてることを忘れるぐらいの重さっていうことは非常に軽量でいいんじゃないかなと思います。にもかかわらずディスプレイサイズを見ていただきますと、スクエア型の今回のモデルは 1.75 インチということで、この角から下の角までということで対角で測りますので、ちょっと大きめになりますね。この辺はスクエア型はアドバンテージかなりあるなと思います。対しましてラウンド型になりますと、どこの部分でもね、この直径っていうのは同じになりますので、そういった意味ではちょっと小さめに表示されます。1.39 インチ、プロモデルは 1.45 ということになります。この辺はもしかしたらね、今回のスクエア型が一番見やすいのかなっていう方もいらっしゃると思います。そしてボディはアルミニウム合金ですね。レビューしましたラウンド型は繊維強化ポリマーということになっています。バンドはですね、シリコンバンド、そしてバッテリーのね、持ちに関しましては先ほどご紹介しましたが、スクエア型は8日間、ラウンド型は14日間というふうになっています。はい。ということで、Amazfit チーターの今回はスクエア型のモデルをご紹介しました。まだこのモデルは Amazfit グローバルでの情報になりますので、日本市場で発売されるかどうかに関しましてはまだ分かっていません。そしてお値段の方もまだ不明なんですが、少し前に出ましたチーターのラウンド型ですね、5万円弱のお値段で出てきましたが、最近ですね、お値段の方が値下げされるという情報がありまして、なんと1万円引き、39,900円ほどになるということです。その辺のお値段とちょっと近いのかなと思います。ということで、このスクエア型ね、結構好きなんですね。このディスプレイの右側が若干膨らんでいるっていうのもありますけど、逆に言えばこれがすごく押しやすいっていうこともあると思いますので、本当にランナーの方にとっては、なかなかこちら使えるんじゃないかなと思います。動作も軽快でサクサクと動きますので、もし触る機会があればいいなと思っています。このスクエア型ではありませんが、ラウンド型のモデルでよろしければ、どんな感じで動作するのか、どんな機能があるのか含めましてね、レビューの方出していますので、こちらの動画の方を参考にしていただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。